だからウサギとカメって言っているだろう。おむすびコロリンがいいです。これがモテモテになる話。これ以外ダメない。何これ、何騒いでるの？コラボ記念の合同芝居の内容を決めてたんだけど、みんなやりたいもの違っちゃって収集つかなくなっちゃってるんだ。そうなんだ。それでみんなは何をやりたいの？ウサギとカメだ。まあボルトはそうだよね。おむすびコロリンに決まってます。ムスビもそうだよね。ペンペの恩返しでしょ。何それ、初めて聞くんだけど。昔話でありがちなこと9選スタート。昔々あるところに。ねえねえ、あるところってどこ？ハワイ？ハワイではないんじゃない？どこでしょうか？考えたことなかったな。やっぱりハワイ？多分違うって。でもあるところってよく考えると曖昧だな。あるところっていうのはどこでもいいんだよ。僕らが想像することでより昔話を身近に感じることができる効果があるらしいよ。へえ、そうなんだ。あ昔々あるところにって一体いつのどこなんだ。あるある度 90%。 さて気を取り直して、昔々あるところに優しいおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんおばあさんがいるのは定番だよね。鬼退治に行くよ。心配だな、それじゃあ。お、きびだんごでもあげるのかな？はい現金。現金。なんだかんだこれが一番かなって。違うとも言い切れない。鬼退治なんて危ない。心配だ。だからもう退治してきたまんねん。倒しちゃった。話終わるじゃん。優しいおじいさんおばあさん、だいたいどの昔話でも出てくるよな。あるある度 80%。 そしてその隣に意地悪なおじいさんとおばあさんがいました。ほらほら、可愛い娘を出せ。娘を出せか。これはシンプルだけどありがちな悪党だぞ。お願いします。激くらい女の子と幸せにさせてください。いや、本人の欲が出てるだけ。おじいさんおばあさんが意地悪な場合もある。優しいおじいさんおばあさんが主人公だと意地悪な方も出てくるよな。あるある度 70%。 そういえば昔話の主人公って〇〇太郎って多いよね。そうだね。桃太郎とか浦島太郎とか金太郎とか。つまりは太郎がつけば主人公になれるってことか。なら俺はモテモテ太郎だ。じゃあ俺は筋肉太郎まんねん。おむすび太郎。ペケとペケ太そんなに太郎いらないから。名作くんはツッコミ太郎かな。主人公はだいたい〇〇太郎。昔は太郎って名前が流行ってたのか。あるある度 80%。 あと昔話の主人公たちってすごい能力の人たちも多いよね。そうだね。桃太郎はきびだんごで動物仲間にしちゃうし、一寸法師はすごく小さいし、金太郎は熊とも相撲取れちゃうくらい怪力だしね。ということは主人公になるためには特殊能力的な何かが必要ということか。俺にはない。俺には腕力がある。それは特殊能力じゃないよ。僕はお金という特殊能力があるよ。そんな主人公やだよ。まあ特殊な能力持ってる人なんかなかなかいない。い郎。いっぱいできるよ。るんかい。主人公が特殊能力者。力持ちだったりめちゃめちゃ頭良かったりすごい特技持ってるよな。あるある度 60%。 あと時々昔話ってすごい怖い話あるよね。幽霊に耳を取られちゃう耳なし芳一とか怖いよね。トラウマになるよな。トラウマ？確かにそれは怖いまんねん。いや、そういう意味じゃないから。トラウマ回がある。見ちゃうとなかなか忘れられない話もあるよな。怖いぞって書いといてくれよ。あるある度 40%。 事件だ。いきなりの事件。被害者は重いもので殴られたとみられ、犯人はこの中にいます。犯人を探す流れね。ミステリーとかでよくあるよね。昔話だと見ないけど。現場にいたのはおじいさん、おばあさん、そして狼。で、狼！絶対犯人狼じゃん。僕が狼だからって犯人って決めつけてるですか？ひどいです。違うよ。もっと別の理由だよ。狼がいつも悪役。赤ずきんに3匹の子豚に7匹の子ヤギに狼にもいい役をあげて。あるある度 70%。 牢屋に入れられたです。ダスです。冤罪です。いや、冤罪ではないでしょう。あれ？よく見たら他にも誰かいる。カチカチ山のウサギさ。
ウサギの方、タヌキじゃなくて。タヌキに火をつけて傷口に唐辛子入りの味噌を塗り、最後は海に沈めたんだ。そりゃ捕まるさ。そっか。おばあさんを殺された報復に残酷なことやってたよね。つまり放火、傷害、殺人を同時にやった超極悪人ということなんだ。いや、間違ってはいないけど字面が怖すぎる。割と残酷。暴力で解決したり、ちょっと怖すぎる話もあるよな。あるある度 30%。 よくぞ犯人を捕まえてくれたな、お土産マンネン。これは玉手箱？ただし開けちゃいけないマンネン。絶対開けちゃいけないマンネンよ。出た！あげるのに開けちゃダメな玉手箱。ダメならあげなければいいのに。何が入ってるんだろもう開けてる。話聞いてたこの子。うわあ、これはおじいさんになってしまうやつじゃ。いや、さっきのトラウマ。開けてはいけないもの開けがち。中身が気になってしょうがないんだろうな。それが人間の差がってやつだ。あるある度 99%。 全然まとまらなかったけど、とりあえずリハーサルやってみようか。ペケット名作昔話。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがたくさんいました。もうダメそうな予感。主人公はあらゆる能力を使えましたが死にました。死んじゃった。しかしなんだかんだで復活し、一番大事なところをさらっと。トラウマになりましたとさ。なんでだよ。観客置いてけぼりだよ。めでたしめでたし。超大作だ。感動したマンネン。涙が止まらないよ。新しい名作の完成です。ダメだこりゃ。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。ちゃんとお願いしようよ。